がアメリカの停戦提案を正式に拒否したのだ。ホルムズ海峡の緊張が続いて原油価格が揺れる中、Google は AI を8倍高速化する技術を発表し、メタは AI 人材を次々と囲い込んでいるのだ。世界は今日も止まらないのだ。今日も盛りだくさんですね。特にイランのニュース、気になります。停戦の話し合いをしてたんじゃなかったんですか？今日は5本の注目ニュースをお届けするのだ。1本目はイラン戦争の停戦拒否、2本目は国連人権理事会のイラン非難決議、3本目は Google の革命的な AI 技術、4本目はメタの AI 人材大量獲得、そして5本目はアメリカの空港で起きた移民拘束事件なのだ。世界が今どう動いているかを一気に解説するのだ。まず1本目、最も重大なニュースから入るのだ。 CNBC とニューヨークタイムズの報道によると、イランは2026年3月25日、アメリカが提案していた停戦を正式に拒否したのだ。イランの国営通信社 FARS が伝えたところでは、情報筋が協定を違反した者たちとこうしたプロセスに入るのは論理的ではないと述べたのだ。でも先輩、トランプ大統領は交渉中だって言ってましたよね。イランは直接交渉はないと否定していて、両者の言っていることが全然違います。どちらが正しいんですか？これが今回の確信なのだ。トランプが言う交渉は間接交渉で、イランが言う直接交渉はないという否定は直接交渉の否定なのだ。つまり両者は同じ事実について別の切り口で話しているのだ。この戦争は2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランを攻撃したことで始まり、すでに1ヶ月以上続いているのだ。パキスタンが仲介役を申し出て、アメリカのトランプ大統領はその案を支持しているけれど、イランはまだ戦略目標を達成するまで戦うという姿勢なのだ。この戦争が日本に直撃するのが原油価格なのだ。ホルムズ海峡はアラビア湾の石油の約 20% が通過する世界最重要の海上通路なのだ。原油が1バレル10ドル上がると、日本のガソリン価格は1リットルあたり約8円上がる。月50リットル使う家庭では月400円。年間4800円増なのだ。この戦争が長引けばそれがさらに積み上がっていくのだ。先輩、国連の方でも動きがあったって聞きました。イランについて何か決議が通ったんですか？詳しく教えてもらえますか？2本目のニュースなのだ。アシャルク・アルアウサット氏によると、国連人権理事会が2026年3月25日、イランの湾岸諸国への攻撃を凶悪と断じ、賠償を要求する決議を採択したのだ。47カ国からなる理事会がこの決議を支持したのだ。イランが言ってきた攻撃は衝撃的な規模で、アラブ首長国連邦だけで2026年3月25日だけで9機の無人機を迎撃し、戦争開始以来の迎撃数は弾道ミサイル357発、巡航ミサイル15発、無人機1815機に上るのだ。1815機の無人機って、1日に換算したらどのくらいの数ですか？もう想像できないスケールで、正直聞いていて怖くなってきました。中東の人たちは毎日そんな状況の中で暮らしているんですね。この戦争の開始から1ヶ月でこれほどのスケールになっているのだ。国際エネルギー機関の代表は、中東の40以上のエネルギー資産が深刻な被害を受けたと述べているのだ。この決議はサウジアラビア、UAE、バーレーンなど湾岸協力会議6カ国とヨルダンが提出したものだけれど、肝心のイランへの拘束力は限定的なのだ。国連決議が紙の上の非難、認まるケースは歴史上何度もあったのだ。イランの話はまだまだ続くけれど、ここで視点を変えるのだ。戦争とは全く関係ないところで、今日 AI の世界に地殻変動が起きたのだ。Google とメタが同じ日に大きな発表をしたのだが、これが日本の僕たちにも無関係ではないのだ。この先で詳しく話すのだ。3本目は Google の AI 技術革新なのだ。2M、S ハードウェアが報じたのだが、Google がターボクワントというアルゴリズムを発表したのだ。これは AI の大規模言語モデルが使うメモリを6分の1以下に圧縮しながら、精度を全く落とさない技術なのだ。さらに NVIDIA の H100 という最先端 AI 専用チップでは最大8倍の性能向上を確認しているのだ。8倍という数字はすごいですが、メモリが6分の1で私たちには何が嬉しいんですか？技術的なことは分かっても、日常生活でどう変わるのかが今一つピンとこないんです。いい質問なのだ。これを料理の例えで説明するのだ。今の AI は料理するたびに調味料を全部一から測り直しているようなものなのだ。ターボクワンとはその調味料を6分の1のスペースに収納して、すぐ使えるようにしておく技術なのだ。つまり AI サービスの運営コストが大幅に下がって、スマホのアシスタント、翻訳アプリ、画像生成ツールが安く早くなるのだ。日本で使われているチャット GPT やジェミニのコストが下がれば、無料プランの品質が上がったり、有料プランが値下がりする可能性が
BBC によると、メタが A15 バラという元幹部を再雇用したのだ。バラは VR の責任者として在籍していたのだが、5年前に退社して AI エージェント専門のスタートアップドリーマーを立ち上げていたのだ。今回メタはドリーマー元バラを取り込む形になったのだ。メタって VR のメタバースに力を入れてたんじゃないですか。それを諦めて AI に集中するってメタバースはもう終わりなんですか。ズッターバーグの宣言を信じていた人たちはどうなるのか少し気になってしまいました。これは重点投資先が変わったと見るのが正確なのだ。メタは AI に今年最大1350億ドル、日本円で約20兆円を設備投資に使う計画なのだ。バラが手掛ける AI エージェントとは、人間の代わりにスケジュール管理やネット検索を自動でやってくれるものなのだ。これはオープン AI も Google も競っている分野で、メタは乗り遅れていたから急いで人材を引き込んでいるのだ。インスタグラムや WhatsApp を通じて日本人が使う AI 機能もこの動きの延長線上で変わっていくのだ。私、正直に言うと Google もメタも結局お金と人材があるところが全部持っていく AI 競争って少し不公平だと思うんです。ドリーマーみたいに良い技術を作ったスタートアップが大企業に吸収されていく構造って変えられないんでしょうか。先輩はどう思いますか。鋭い視点なのだ。実はこれ1990年代のインターネット黎明期と同じ構造なのだ。当時も小さなスタートアップが革新的なサービスを作って最終的には Google や Amazon に組み込まれていったのだ。ただ違うのは今は規制当局も目を光らせていることなのだ。理由は AI 法を施行しているし、アメリカでも独禁法の観点から大型 M&A の審査が厳しくなっているのだ。スタートアップが大企業に吸収されること自体は避けられないけれど、僕の見立てでは今後に3年で規制の網は広がって一方的な買収合戦には一定のブレーキがかかると思うのだ。ここまでのポイントを整理するのだ。1本目、2本目はイラン戦争の停戦拒否と国営非難決議で日本のガソリン価格への圧力が続くのだ。3本目は Google のターボクワントで AI が8倍速くなり6分の1のメモリで動く革新なのだ。4本目はメタが AI 人材に20兆円規模で本気を出したということなのだ。それでは最後の5本目に行くのだ。5本目はアメリカの移民問題なのだ。ナシオン紙などが報じたのだが、2026年3月22日にサンフランシスコ国際空港で移民捜査局アイスのエージェントがグアテマラ人女性を小さな子供の目の前で拘束する映像が SNS で拡散して大きな論争になっているのだ。空港でそんなことが。でも先輩、拘束された女性は不法滞在だったんですよね。法的には適法な執行だったとしたら、なぜここまで人々が怒っているんでしょうか。法的な側面と人道的な側面の両方から教えてもらえますか。米国国土安全保障省によると、拘束された女性には2019年に裁判所が出した最終的な強制送還命令があったのだ。だから法的には適法な執行なのだ。論争が起きた理由は2つあって、1つ目は拘束の場所なのだ。これまで空港での移民取り締まりは少なかったから、空港まで来た人が捕まるとなると、国民全体が監視されているような恐怖感を与えるのだ。2つ目は映像なのだ。子供の目の前での拘束シーンが視覚的に強烈で感情的な反応を引き起こしたのだ。カリフォルニア州の州議員は移民取り締まりが市民の移動空間にまで侵食してきたと批判しているのだ。日本人への影響を考えてみるのだ。アメリカには約43万人の日本人が住んでいて、観光客も年間300万人以上訪れるのだ。今回の件で注目すべきなのは、アイスが空港という場所に活動範囲を広げていることなのだ。現在は在留資格に問題がある人を主な対象にしているけれど、行動範囲の拡大そのものがどこでも捕まる可能性があるという心理的リスク効果を生んでいるのだ。アメリカへの旅行や留学を検討している人は、入国審査での書類確認をより丁寧に準備することを勧めるのだ。動画の冒頭でイランの停戦拒否に触れたのだけれど、改めて考えてみると今日の5本のニュースは実は一つの大きな世界の不安定化というテーマでつながっているのだ。中東では戦争が長期化して資源が不安定になり、AI の世界では巨大企業が力を集中させ、アメリカ国内では移民をめぐる摩擦が高まっている。世界の当たり前が次々と書き換えられている時代なのだ。先輩、今日5本見てきて、一つ予測を聞かせてください。イラン戦争は今後3ヶ月でどちらに転ぶと思いますか？パキスタン地海で停戦に向かうか、それともさらに泥沼化するか。ずんだもん先輩の見立ては？僕の見立てを率直に言うのだ。今から3ヶ月でシナリオ A の完全停戦は難しいと見ているのだ。理由は3つあって、まずイランが戦略目標を達成するまでと明言していること、次にイスラエルが革命の基盤を崩すには地上作戦が必要と言っていること、そしてアメリカ国内にも戦争継続を求める声があることなのだ。可能性があるとすれば、
パキスタン仲介が突破口になってトランプが勝利宣言できる形の部分的停戦なのだ。これについてはみんなの意見を聞きたいのだ。停戦ありか停戦なし、一言だけでいいからコメントで教えてほしいのだ。今日のまとめ動画はここまでなのだ。イランの停戦拒否と戦争長期化リスク、国連のイラン非難手続き、Google のターボクワントで8倍速くなる AI、レタの AI 人材20兆円争奪、そしてアメリカ空港での移民拘束騒動、全部カバーしたのだ。明日は今日触れたイラン戦争の経済的影響を深掘りする予定なのだ。チャンネル登録してお見逃しなくなのだ。そして停戦ありか停戦なし、コメントで1票入れてほしいのだ。それじゃあまたなのだ。